2022年7月1日から15日までの獅子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。7月1日から15日までの獅子座さんのリーディングを行います。まずこちらにワンドが8、9、10と続けて出ております。そして10番と9番のカードが出ているときに19番のカードも出ておりまして、このカード、オラクルカードフェンネルのストレングスというカードなんですが、タロットカードで言うとストレングスは獅子座さんのカード。この組み合わせでまず思ったのは、この次のお誕生日の時期からあなたのこれからの人生を変えるような出来事が始まっていく。新しい道が開かれていくというイメージが強いんですが、誰かが開いてくれるというよりも自分で開いていく。なので力を蓄える必要があるって言われていまして、前回は6月後半というのは終わりのエネルギーがとても強かったんですけれども、その終わりから次の始まりに向けて、次の挑戦に向けて調整をしていく期間、特に次に向けて身軽になる必要があるって言われています。今まで一人で抱えすぎていたものを手放す。こちらに助けてくれる人たちがいますというメッセージのカードが出ておりますが、周りに必ず助けてくれる人がいる。なのでこの時は一人で抱え込まずに、積極的に人を頼ってくださいって言われています。そしてこの時は、次に向かっていくために情報を集める時にもなると思うんですが、もちろんネットなどを通して一人で自分で情報を集めるというのもおすすめなんですが、それと合わせて人を介して情報を集める、人を介して必要な人に出会っていくということもとてもおすすめですって言われています。この時期はお誕生日の時期の新しい人生の道を切り開いていくという一大イベントに合わせて急速に準備が進んでいく時だと思うんですが、例えば6月中旬ぐらいのあなたと7月中旬ぐらいのあなたというのは、その置かれている状況もあなた自身が持っている知識というものも全く変わっている。例えば6月後半の終わりを受けて、7月前半に新たな方向性を見つけていく。そしてこの流れで言うと、7月後半から新たな道を切り開いていく。そのために必要な人たちを積極的に頼っていく。その人は、あなたが背負いすぎていた仕事を引き受けてくれる人の場合もあれば、あなたの悩みを解決してくれる人、もしくはその悩みを解決してくれる人を紹介してくれる。こちらに目のカードも出ておりますが、サイキックのような直感が鋭い時、こういう時というのは、たまたま相談した人があなたと同じような経験をして、同じような悩みを克服したことがあるとか、たまたま知り合った人があなたの悩みを専門的に扱っている弁護士さんやお医者さんだったりとか、あなたの直感的な行動が
あなたが抱えている悩みを解決していったりとか、あなたに必要な人を引き寄せていく。そして、その行動の一つ一つが、新しい道を切り開く準備になっていく。こちらにクジラのカードも出ておりまして、何も起こっていないことを心配してしまうというカード。このカードが出ているということもあって、このお誕生日シーズンに、あなたが今まで経験したことがないような、新しい大きなことが始まっていくんじゃないかなって思うんですが、その将来に関する漠然とした不安というようなものも、一人で抱え込まずに、誰かに相談をする、直感を信じて人に出会っていく、情報、知識を集めていく、ものすごく早く進んでいくと思うので、例えば、一つの情報をつかんだ途端に、一人の人と出会った途端に、終わっていくものを手放して、次の始まりに向かっていくとか、お仕事で言うと、次に向けて情報収集をする、人と出会う、行き詰まっていた方も、6月後半の終わりの時に、そのお仕事が終わってしまったというような場合も、悩みを一人で抱え込まないで、とにかく情報を集める、そしてその悩みを誰かに相談をする、その相談をした人が新しいお仕事を紹介してくれたりとか、この時集めた情報がきっかけで、新しいプロジェクトのアイデアが浮かんでいったりとか、今行き詰まっていることに対しての打開策を思いついたりとか、とにかく一人で抱え込みすぎない。それはプライベートでも言えて、できる人に仕事が回ってくる、負担が重くなるというのは世の常で、あなたが他の人よりも負担が重くなりすぎているということを、あなた自身もそして周りの人も当たり前だって思っているかもしれないんですが、この時は次に進んでいくためにも、そしてあなたの健康のためにも、そういったかかりすぎていた負担を一回リセットする必要があって、そのためにあなたを助けてくれる人が周りにいる。その負担を手放すだけで悩みが一気に解決する方もいると思います。あと恋愛で言うと、この時始まっていく、もしくは深まっていく恋愛というのは、とても展開が早い、周囲の人が応援してくれる時なんですね。ですので、周囲の人を巻き込んで、例えば家族に紹介をするとか、社内恋愛で今までそのことを隠していた人は、お付き合いしているということを公表するとか、あとお誕生日に向けてご結婚の準備をされている方がいるのかなというふうにも受け取れますので、その場合も一人で頑張りすぎるのではなく、周りの人を助けてくれる人を積極的に頼る。お付き合いをこれから始める場合も、この時深まっていく場合も、周りの人が助けてくれる。もしくは、必要な専門家が助けてくれる。例えば、お付き合いしている方や、パートナーの方とうまくいっていない、不満があるというような場合も、直感に従って、この人だって思うような人に相談をしてみるとか、それはカウンセラーさんのような専門家や弁護士さんという場合もあるかもしれませんが、その誰かに相談することによって、あなたの悩みが一気に解決されていく。ですので、物理的に抱えていることも、精神的に抱えていることも、この時は人に相談することによって、直感的に思うこの人だって思う人に相談することによって、一気に解決されていく可能性が高いと思います。それだけこのお誕生日の時期に起こることというのが、あなたにとって、あなたの人生にとってとても重要なこと、新しい道を切り開いていくときになりますので、あなたのこの鋭い直感で助けてくれる人たちを見抜いて、そしてその人たちを積極的に頼っていただいて、あなたの悩みが一気に解決していく、この次に向けての準備期間を大切に過ごしていただきたいなと思いました。それでは7月1日から15日までの獅子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。